放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今回のですね、食にまつわるホットトピック、私が取り上げたいのはですね、今年の夏に限らずですね、ホットワードになるんじゃないかというこちらの記事でございます。100は楽しめて、調理の手間軽減にもなるわざわざグルメって何？これね、どういうことかっていうと、これなんかワッフルですよね。自分で作れるワッフルとか、自分で、素材に衣をつけて揚げる串揚げ、あるいはですね、卓上のチューハイを自分で注ぎ、味をアレンジできるサワーとかね、超レアで出てきて自分の好きな具合に焼くハンバーグとか、要は通常だったらですよ、これまでお店の人が調理してできた完成品を持ってきて食べるだけだったのが、客自らが一手間加えて食べるっていう、このわざわざ自分でやるっていうのがホットワードになってるんですよ。それってセルフってことですか？そう、セリフ。だからチューハイにそういうジョッキのサーバーとかがあって自分でチューハイ作ったりとか、一手間を客自らがやるのが流行ってるんですよ。だから例えばこれ串カツ田中さんだと思うんですけど、お子さん連れをすごく打ち出してて、たこ焼きとかを子供が作れるようにとかもするわけですよ。ゆうさんとかお子さんいらっしゃると思うんですけど、この手のわざわざグルメ知ってました？知ってましたし、何度か経験してます。あ、本当ですか？はい、それ何行かれました？まず串揚げ。材料を選んできて、自分のテーブルにその油のところがあって、自分で揚げていくとか、あとは、サーバーで言うと、いろんな、ビールだとか、チューハイ、サワーとかね、自分で作れるところあったりとか、経験してます。で、結論で言うと、嫌です。あ、本当ですか？それはなぜですか？いいですね。だって、自分で作るんだったら、家で作ればいいじゃん。そうなのよ。だから、自分で作ればいいじゃんっていうのがあるんだよね。わざわざお金払って、それでお店まで来て、でも自分でやらなきゃ食べられないっていうのが、まず一つ目。二つ目は、ものによってはね、焼きのきが実は難しかったりするんですよ。なるほどね。そりゃそうだよね。この間ね、食べたお店では、お店の人が焼いてくれるスタイルで感動しました。もうね、自分で焼けって言われても、絶対この絶妙な加減、私あるよね、そらね。だから、わざわざ外食するんだから、やっぱり一番美味しい状態で一番楽なとこで食べたいわけ。俺もまさにそっち派。まゆみさん知ってました？わざわざグルメって。その言葉自体も知らなかったですし、そういうお店が増えてきているのも今知ったんですけど、私全くゆうさんと同じ意見で、普段私たちってご飯を作ってるわけですよ。ね、朝昼晩って作ってるわけですよね。なんでわざわざ店行って作んなきゃいけないんだって。そう。自分で今日作るのしんどいなとか、もう出てきた完成品を食べてお皿洗いもしなくていいんですよ。ありがとうございますって言って食べに行くわけですよ。そうね。じゃあ分かった。もうセルヒオタけど、このトピックどうですか？こういうところがメキシコにあるんですよ。要はタコスを食べるとき、トルティーヤと肉が出てきて、で、サルサは自分で入れないといけないですよね。あとはレモンと、このサルサと、これとで、やっとできたタコを食べる。いや、それは出るよ。わざわざじゃないよ。それはわざわざじゃないよ。わざわざじゃない。それはわざわざじゃない。セルフサービスっていう感じ？そう。わざわざはね、タコス屋さんで言うと、自分でパストルカットしろって言われてるのと一緒。どっちかっていうと、そこまでやってってこと？そう。でもそこまでありえないですよね、ここは。そう。そこまで入って、
あまり見当たらないですよね。ちなみにですよ、じゃあちょっと一つ、韓国のね、おにぎりをね、自分で握るみたいなのがあって、ちょっと皆さんにも、ケンニプおにぎりっていう、こう、大葉をですね、包んだようなおにぎりがあるんですけれど、それをですね、客がこう手袋を借りて、鍋でこねこねして、自分でおにぎりを作って食べるっていうのも、これはね、大阪かなんかどっかにあるのかな。なんかそういうスタイルのお店もあるということなんですよね。こんな感じで、これお客ですよ。これ店員じゃないですよ。へえ。こんな感じ島で。津さん、私これちょっと質問あるんですけど、はい。違ったらごめんなさいね。日本って今人手不足とか言われてます？ああ、それもありますね。人手不足解消のためにそういう流れになってるっていうのはやっぱりそうですあると思いか？ます。そこのお店側からすると人件費かかんないじゃないですか。楽じゃないですか。っていう流れも当然理由としてはあると思いますよ。かつエンターテインメントで体験できるっていう要素があって、ブームの兆しが今年もっとぐいぐい来ると思います、多分。だ子供は大好きだと思います。大人はね、だから、さっき言ったんです。いや、そんな体験したかったら自宅でいいじゃんっていうことだから、わざわざ店行くってのは多分本当にお子さんがいてやりたいみたいなことだと思うんですよ。たこ焼き器はないけど、たこ焼きはやりたいとか、一回ちょっとやってみたいとか。一時期ザウオって言って、居酒屋で釣りしてましたけどね。そういうお店もありましたけどね。ありました。東京イカセンターとかはそうですよね。イカ自分で。そういう店があるんですか？あります、あります。どんどん客作りますよ、これから。100チャーハンとか作ると100チャーハン作れるみたいな。中華鍋チャーハンは難しいですよ。べちゃべちゃのチャーハン、それ自宅でやれよ、みたいな。難易度高すぎ。難易度高すぎるんですよ。いや、わかんない。どこまで進化するかちょっと見ものだよな。なんでも、わざわざ自分でって。いや、昔ね、それこそ子供の頃のトム・ソーヤのね、ペンキ塗りの話があるんですけど、知ってます？こう、トム・ソーヤがお前ペンキ塗れって言われてやってんだけど、それを見てる友達が、羨ましいな、お前、俺にもやらせてくれよって、お金払ってペンキを塗るみたいな、そういう、なんていうかな、人は何をもって楽しみとするかみたいなのが詰まってるなと思ってさ、わざわざグルメって、それ本来やりたくないでしょっていうさ、でもなんか、あれ、ちょっと楽しそうかな、みたいなね。なんか、そういうちょっとホットワードで、ちょっと気になるワードなので、ぜひ皆さんね、覚えておいてください。はい。ということで、今日はこの辺で。はい。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではさよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。